どうしたの？眠れないの？そっかそっか。じゃあお母さんと眠れるまで一緒にいようか。いいよ。こっちおいで。お風呂はもう入ったの？そっか、偉いね。いい子いい子。それじゃあね、お母さんが髪をブラッシングしてあげる。このブラシで溶いてあげるね。気持ちいい。よかった。お母さんにブラッシングされるの好きなの？私もブラッシングするの好き。髪の毛触るの好き。ツヤツヤで触ると気持ちいい。今日学校も習い事もどっちも行けてすごい偉かったね。だけどちょっと疲れたんじゃない？ちょっと疲れちゃった。なんだかね、すごい辛そうだよ。顔色もあんまり良くないみたいだし、今日ご飯もあんまり食べてなかったでしょ。明日は少しゆっくり休んでみたらどうかな。いつもよく頑張ってるのは知ってるから、少しくらい休んだって平気でしょ。じゃあ次はお手手のマッサージ。これね、ハンドクリーム。これをつけてお手手のマッサージするね。すごくリラックスできる香りでいい香り。これママのお友達がプレゼントでくれたやつ。いい香り。じゃあ手出してね。
手でマッサージされるとさ、体温があったかくてすごい安心しないでしょ。だから手のマッサージされるの大好き。今日は少し体調が悪かったのかな。違うの？じゃあ学校か習い事で嫌なことがあったのかしら。言いたいこと、言いたくないこと、知られたくないこと、いろいろあると思うし、ママも嫌なことあっても、お母さん、ママのお母さんに恥ずかしくて言えないこといっぱいあったけど、ママはあなたの悲しかったこととか全部共有したいし、一緒に痛み抱えて半分こできたらいいなって思ってるから、話せるときに話してくれると嬉しい。ちょっとハンドクリーム足すね。リラックスしてきた？よかった。ああ、そっか。嫌なこと言われちゃったんだ。それは辛かったね。でも今はママがそばにいるから大丈夫。安心していいよ。ママも昔はよく学校の子とかさ、習い事の子に嫌なこと言われたりされたりしたけど、当時はね、その頃はね、本当に悲しくて忘れられなくて、私もね、夜寝れなくなってね、一人でね、お布団で泣いてる時もあったよ。でもね、時間が経ってこう本当にゆっくりゆっくりだけど回復していくからね。それにお母さんがそばにいてあげる。だからね、そんなに悲しまなくていいよ。大丈夫。ずっと味方でいてあげる。忘れないでね。
じゃあ明日は何がしたい？何でもいいよ。遊びに行くとか、お買い物とか、お家でダラダラするでもいいし。ピクニック行きたい？いいよ。ピクニックか。2人でピクニック行ったら楽しそうだね。うん。じゃあさ、ご飯はさ、好きなもの作っていってあげる。一緒に作りたい？分かった。じゃあ一緒にサンドイッチ作っていこうか。うん。二人でお料理するの久々だから楽しみだな。最近はさ、もう少し肌寒くなってきたからさ、あったかくしていかなきゃね。ブランケットとかも持っていこうか。あとさ、スープも持っていこうか。あったかいやつね。かぼちゃのスープにしようか。かぼちゃ好きでしょね。明日楽しみだね。楽しみできたね。お母さんも楽しみ。特別にさ、お母さんのさ、メイク道具さ、使ってもいいよ。うん、いつもはダメだけど、いつもは子供用だけど、特別さ。楽しみ。じゃあさ、もうそろそろ寝ないとね。明日のためにね。うん。じゃあ寝る準備しようか。よいしょ。寝る前にさ、耳かきしてあげる。耳かき好きでしょね。ちっちゃい時はさ、もっとちっちゃい時はさ、耳かきしてあげたらさ、速攻で寝てたよね。覚えてないか。本当にすぐ寝てたの。よし。じゃあこっちに来てください。はい。よいしょ。じゃあ始めるよ。
どうするの？寝れそう？寝れないの？じゃあどうするの？絵本読んでほしい。わかった。じゃあ好きなの取ってきて。持ってきた？人魚姫か。わかった。じゃあ横になってください。じゃあ読みます。いいですか？人魚姫。海の底のどこまでも深い世界に人魚たちは静かに暮らしていました。海の水は花びらのように澄み、サンゴでできた高い窓や真珠の屋根がきらめいています。人魚の王様のお城では6人のお姫様たちが仲良く暮らしており、その中でも一番下の姫は特別静かで誰よりも深く物思いにふける子でした。お城の庭には赤い木や青い木々が揺らぎ、金の実が光り、海底の砂は青く輝いています。姫たちはそれぞれ自分の花壇を持ち、思い思いに花を育てていましたが、一番下の姫の花壇だけは赤いバラのような花で丸く形作られ、その真ん中に白い大理石の天使の像が立っていました。彼女は何よりも海の上の世界の話を好み、祖母が語る人間の国のことに胸をときめかせていたのです。人魚たちは15歳になると、初めて海の上へ浮かび上がることを許されます。上の5人の姫は、月の光にきらめく海、火のように赤い空、氷山、川、森、船、海上で見たものを帰るたびに語り、人間の世界にますます憧れを募らせました。そしてついに一番下の姫も15歳になりました。祖母に花冠をつけてもらい、胸を高鳴らせながら海面へと上がっていくと、薄紫の雲が広がり、静かな海は鏡のように澄んでいました。やがて大きな船が緩やかに浮かび、窓にはたくさんの明かりが灯っています。船では若い王子の誕生祝いが行われており、その姿は闇の中でもひときわ美しく、姫は息を飲んで見つめました。ところが夜が深まった頃、突然黒雲が空を覆い、荒れた風が船を襲いました。船は高い波に持ち上げられ、そして砕け散ります。人魚姫は恐ろしさに震えながらも、海の底へ沈みゆく王子を探しました。激しい波の中で、ついに王子はぐったりと力を失い、深い海へ落ちていきます。このままでは死んでしまう。姫は王子の体を抱きかかえ、荒れ狂う波をかき分けながら海面へと引き上げました。ようやく嵐が収まり、朝の光が海を照らし始める頃、姫は王子を岸近くの白い砂の上に
そっと寝かせます。濡れた髪を払い、青白い方にそっと口づけし、ただ無事を祈りました。やがて人間の娘が浜へ降りてきて、王子を見つけ助けを呼びます。王子は目を覚ましますが、そばにいた人魚姫の姿には気づかず、人間たちに抱き起こされていきました。姫は岩陰からそっと見つめながら、胸が張り裂けるような思いで、ただ静かに海の底のお城へ戻っていったのです。王子を助けたあの日から、人魚姫の胸は消えない切なさで満たされていました。けれど王子は浜で目覚めた時にそばにいた娘こそが自分の命を救ったと思い込み、人魚姫の存在には気づいていません。姫はそのことを誰にも告げず、ただ心の奥でそっと抱え込んでいました。夜になると、姫は一人海面へ上がり、王子の住む城を眺めました。高い白亜の城壁、灯火のきらめき、人々の歌声。人間の世界は海の底とはまるで違う輝きに満ちています。やがて姫はその城に近づくため、普段よりずっと大胆に水路をスイスイと登っていきました。テラスの影に身を隠し、王子の姿を遠くから見つめるだけで胸が温かくなり、同時に言いようのない悲しみが押し寄せてくるのです。この苦しさを誰にも話せずにいたある日、ついに姫は祖母にだけ打ち明けました。そして思いもよらぬ真実を知ります。人魚は300年生きるが、死ねば海の泡、魂はない。しかし人間は死んでも魂が空へ昇り、永遠に生きる。その言葉が姫の胸に鋭く突き刺さりました。私も王子のそばで人間の魂が欲しい。その願いは日に日に強くなり、ついには止められなくなっていきました。姫は禁じられた海の魔女の住む場所へ向かいました。魔女は黒い海藻の森の奥深くにひっそりと暮らし、まるで怪獣の骨のような家に住んでいます。魔女は姫の願いを聞くと、かすかに笑いました。足を上げましょう。その代わり、声を置いていくこと。王子に愛されて妻にならねば、あなたは朝日とともに泡となるだろう。姫は迷いませんでした。魔女の鍋で煮えたぎる薬が出来上がると、喉はかき消され、美しい声は永遠に奪われました。薬を飲むと鋭い痛みに気を失い、目覚めた時には細く白い人間の足を抱えていました。姫は王子の城へ運ばれ、声を失ったまま必死に笑って身のこなしで気持ちを伝えました。王子は柔らかい目で姫を見つめ、海辺の娘によく似た彼女を気に入り、そばに置くようになりました。けれど、王子の心には、あの日助けてくれた
海辺の娘の面影だけが宿っているのです。やがて王子は隣国の姫との婚礼のために旅立ちます。その姫こそ、王子が浜で目覚めた時にそばにいたあの娘でした。婚礼の夜、海には祝いの明かりが照り映え、笑い声と音楽が溢れています。人魚姫は胸を締め付けられながら、まだ王子のそばを離れませんでした。夜が明ければ、彼女は泡になってしまうのです。その時、海の上に姫の姉たちが現れました。美しい髪は魔女に差し出され、すでに切り落とされています。姉たちは涙をこらえながら、きらりと鋭く冷たいものを差し出し言いました。これを使えば王子との運命を変え、あなたは海へ戻れる。その選択だけが残された道なのです。人魚姫は震える指でその冷たいものを手に取り、そっと眠る王子の枕元に立ちました。月明かりに照らされた横顔は、あの日海の上で見た時よりも一層穏やかで美しくて、どうしてこの人に痛みを向けられるでしょう。姫はその冷たいものをそっと海へ手放し、溢れる光へ向かってその身を静かに委ねていきました。東の空が染まりゆく中、人魚姫の体は柔らかい光に包まれ、海の泡へと溶けていきます。その瞬間、透き通る風のような声がしました。あなたは良い心を持っています。私たち空の精の仲間になりなさい。清らかな行いを積めば、いつかあなたも永遠の魂を得られるでしょう。姫は海でも陸でもない澄んだ空気の中へ緩やかに登っていきました。悲しみに沈んだはずの心は不思議なほど静かで暖かく満ちていました。そしてそっと王子の船を見守る風となって、泡よりも軽く朝の空へと溶けていきました。寝れたかな。